16世紀のイングランドは宗教改革の波に揺れる激動の時代でした。その渦中にあってわずか9日間だけ女王として即位した女性、ジェーン・グレイ。彼女の名前は9日間の女王として歴史に刻まれていますが、その背後には一人の少女の意志を超えた権力闘争と宗教対立が広がっていました。わずか16歳で処刑台に立った彼女の生涯には、時代の矛盾と制度の限界、そして歴史解釈の流動性が凝縮されています。果たしてジェーン・グレイは王位簒奪者だったのか、それとも体制に翻弄された犠牲者だったのか。本校では彼女の短くも濃密な人生を通じて16世紀イングランドの王権と宗教、そしてジェンダーの力学を探っていきます。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、誕生と家系。王位継承権を持った少女の宿命。ジェーン・グレイは1537年10月、イングランドの名門貴族ヘンリー・グレイとレディ・フランセス・ブランドンの長女として誕生した。フランセスはヘンリー8世の妹メアリーとフランス王ルイ12世の娘であり、ジェーンはヘンリー8世の大王位にあたる。この家系的背景により、彼女は当初から王位継承順位に組み込まれていた。エドワード6世、メアリー、エリザベスに続く継承権第4位という位置は、幼少の彼女にとって名誉ではなく、むしろ重荷となっていく。彼女の誕生は宗教改革真っ只中の時代だった。父ヘンリー8世がローマ教会から離脱し、国王史上法を成立させたことで、イングランド教会アングリカンチャーチが成立し、カトリック的伝統とプロテスタント的改革のせめぎ合いが社会の根底にあった。グレイ家は熱心なプロテスタントとして知られ、幼いジェーンは人文主義と宗教改革思想の影響を受けた教育を施されて育つ。イングランド王室の王位継承問題は常に宗教的立場と密接に絡んでいた。エドワード6世の即位によりプロテスタントの方針が強化されると、カトリック信仰を持つ異母子メアリーとの対立が深まり、次第に王位継承者の政治的意味合いは宗教政策そのものと化していった。こうした中、プロテスタントの血を引くジェーンは、エドワードの治世において望ましい後継者として、特定の勢力から期待される存在になっていく。当時の貴族社会では、王位に近い血筋を持つ少女たちが政治的取引の駒となることが常態化していた。特にジェーンのように若く、従順かつ教育を受けた娘は、理想的な傀儡女王としての資質を備えていたとされる。こうした背景の中、ジェーンに注目したのがノーサンバランド公ジョン・ダドリーである。彼はエドワード6世の治世末期において実権を握っていた人物であり、ジェーンと自分の息子ギルフォード・ダドリーとの結婚を画策し、王位継承への布石を打ち始めた。法的にはヘンリー8世の遺言によって王位継承はメアリー、エリザベスへと続くとされていた。しかしエドワード6世は死の直前に王位継承に関する一書を作成し、ジェーンへの王位継承を命じる形に変更を図った。この改変は議会の正式な承認を経ない非合法なものであったが、プロテスタント体制を守ろうとする貴族たちにとってはまさに命運をかけた一手であった。こうしてジェーンは自らの意思とは無関係に政治と宗教の交錯する舞台に引き出されることになる。歴史的に見れば、彼女の誕生と家系はただの偶然ではなく、時代の要請と制度の構造が交わる時点としての必然でもあった。後世の評価では、この時点でジェーンはすでに悲劇の象徴として運命づけられていたという解釈もある。だが、彼女が自覚的にその立場に身を置いたのか、それとも操られる存在に過ぎなかったのか、現代の研究者の間でも議論が分かれている。第2章、9日間の即位、王位と正当性の皮肉な工作。1553年7月6日、まだ15歳のジェーン・グレイに突然運命の転機が訪れた。若きエドワード6世が病没し、その遺言により正式な王位継承者とされたジェーンは、ノーサンバランド公ジョン・ダドリーらによって女王として即位させられる。7月10日、
ロンドン島での即位宣言がなされ、ジェーン・グレイは公式にイングランドの女王となった。しかしその治世はわずか9日間で終わりを迎える。ジェーンの即位は法的、制度的正当性、民衆の支持、外交的反応を欠いた極めて脆弱なものであった。この出来事の背景には王位継承をめぐる宗教的な緊張がある。エドワード6世はプロテスタントとして育ち、同じ信仰を持つジェーンを後継者に据えることで宗教改革の路線継続を望んだ。しかし本来ならばカトリックのメアリーが次の王位継承者であり、その存在を排除しようとする試みは制度の論理を超えて信仰と恐怖の政治に依存していた。国王の死が公表されると同時にノーサンバランド公はロンドン島をジェーンの居城とし、政権移行の既成事実化を急いだ。ジェーン自身はこの即位に対し動揺を隠せず、複数の記録では拒否しようとしたとも伝えられている。だが義父であり実質的な政権掌握者であったダドリーの圧力によって女王を受け入れたとされる。即位式は華やかさを欠き、ロンドン市民からの歓呼も乏しく、政治的な空虚さがその場に満ちていた。周辺諸国の反応は冷淡だった。スペインや神聖ローマ帝国はジェーンの即位を事実上黙殺し、カトリックの正統継承者であるメアリーの即位を支持する構えを見せた。これは外交的孤立が即位の正当性をさらに損なう結果となった。加えて国内では東部地方を中心にメアリーの支持を表明する声が急速に高まっていく。民衆の反応は二分されていたが、多くはカトリック信仰に親しんでおり、エドワードの急死とジェーンの即位を陰謀と受け取った者も少なくなかった。特にノーサンバランド公が政権を握る構図には強い反発があり、民衆はメアリーの復権に希望を見出し始めた。ジェーンの即位に関しては議会の承認もなかったため、制度的裏付けを欠いた状態だったこともその脆さに拍車をかけた。こうした中でメアリーは素早く行動を起こした。東部のノーフォークで軍勢を挙げ、地方貴族や庶民の支持を得ながらロンドンへ進軍。ノーサンバランドは軍を率いてこれを迎え撃とうとしたが、部隊の士気は上がらず、違反者が相次いだ。7月19日、ロンドン市内で政変が起き、評議会がメアリーを正当なる女王として認める決議を下す。これによりジェーン・グレイの治世は終わりを迎えることとなった。現代の研究ではこの9日間の即位は単なる王位簒奪未遂ではなく、宗教と制度の正当性が正面衝突した瞬間と位置づけられている。プロテスタント勢力による改革路線の延命策としての即位であったが、それは制度の同意も民意も伴わない一方的な構図であり、歴史の流れに抗うにはあまりにも脆弱だったとされる。第3章、裁判と投獄、正当性から反逆者へと転落した少女。ジェーン・グレイの女王としての9日間が終わると、彼女の立場は一変する。1553年7月19日にメアリー・チューダーが正式に女王として迎えられると、ジェーンは直ちに反逆者としてロンドン島に収監された。わずか数日前まで王冠をいただいていた彼女が、今や国家に対する脅威とみなされる存在へと変貌したのである。この急激な転落の背景には、宗教的分断と王位継承をめぐる制度的な曖昧さがあった。エドワード6世の遺言は議会の承認を経ておらず、ヘンリー8世の法的遺言に反するものだった。そのため、ジェーンの即位は制度上も法的根拠に乏しく、メアリーの即位が正当なる回復として広く受け入れられたことは、当時の王権概念の再確認でもあった。一方、周辺国はメアリーの即位を歓迎し、特にスペインはカトリック君主の復権としてこれを支持。神聖ローマ皇帝カール5世も命にあたるメアリーの即位を祝い、これがメアリー政権の外交的正当性を補強した。ジェーンに味方した勢力は急速に孤立し、彼女自身ももはや政治的な価値を持たない存在となっていく。ロンドン島内でのジェーンは冷静かつ敬虔な態度を保ち、精神的には安定していたと記録されている。彼女はギリシャ語やラテン語の文献を読み、神への信仰を深めることに没頭していたという。
裁判は1553年11月13日に開かれ、反逆罪で有罪が宣告された。法的には王位を不法に奪ったことが最大の罪状であったが、彼女自身の意思がどれほど反映されていたかについては当時から同情的な見方も存在していた。この裁判には一つの制度的問題が潜んでいた。イングランドの法体系では王位継承の正当性に関しては君主と議会の一致が必要とされるが、それが欠如していた場合の対応規定は曖昧であった。ジェーンの事例はこの制度的空白を露呈させ、後の王位継承法の議論に大きな影響を与えることになる。当時の世論は複雑だった。ジェーンに同情を寄せる声もあったが、国の安定を最優先に考える民意はメアリーによる断固とした対応を支持する傾向が強かった。女王メアリーも当初はジェーンの命を奪うことには消極的であった。彼女はむしろジェーンを処刑せず、宗教的再教育を施して改宗させる道を模索していたとされる。しかし情勢は刻々と変化する。1554年初頭、トマス・ワイアットによる反乱が発生し、ジェーンの名が再び反乱の象徴として掲げられる。この事件によりメアリーは政治的危険因子としてのジェーンの存在を再評価せざるを得なくなる。同時代の政治家や神学者の間でも意見は分かれたが、最終的には王権の安定のために処刑が不可避とされた。現代の研究者の間では、この裁判は法の支配よりも王権の防衛が優先された典型例とされている。またジェーンの若年性や非自発性に対して一定の配慮が示されながらも、体制の論理が彼女の命を断ち切るに至ったことに制度と個人の非対称性を見る指摘もある。第4章、処刑と殉教、信仰と沈黙が語る最後のメッセージ。1554年2月12日、ロンドン島の処刑台でジェーン・グレイは静かにその生涯を閉じた。わずか16年の人生、そのうち政治の表舞台に立ったのはたったの9日間。しかしその最後の姿はイングランド宗教史における象徴として長く記憶されることとなる。処刑の直接的な契機は前章で述べた通りトマス・ワイアットの反乱であった。反乱の中心人物はジェーン自身ではなかったが、彼女の名前が掲げられたことでメアリー女王にとっては再び王位の脅威として浮上したのである。この処刑の背景には国家権力による宗教的政治的正当性の確立があった。カトリック体制を再興しようとするメアリーにとってプロテスタントの象徴として生き残るジェーンは実際の軍事的危険ではなくイデオロギーの焦点であった。特にスペインとの婚約が進む中で内政の不安要素を排除することは外交上の要請でもあり、ジェーンの処刑はいわば国際的信頼を回復する代償でもあった。周辺諸国の反応は複雑だった。カトリック諸国はメアリーの断固たる対応を称賛した一方で、プロテスタント諸国は強い非難を表明し、特に神聖ローマ帝国下の一部地域ではジェーンを殉教者とする言説が流布された。こうして処刑の是非は外交的イメージにも影響を及ぼす一大事件となった。ジェーンの処刑は民衆の間でも深い印象を残した。処刑当日、ロンドン島には多くの市民が集まり、沈黙と祈りが広がる中で彼女は自らの信仰を最後まで貫いたとされる。記録によれば彼女は処刑前に英語訳聖書を読み、首切り役人を許し静かに首を差し出したという。この行為は信仰の殉教者としてのイメージを決定づけた。制度的観点から見るとジェーンの処刑は国法に基づく刑の執行というより王権による例外的判断の行使だった。反逆罪に問われた者の処刑は制度上は当然とされていたが、王の恩赦や減刑も歓迎的に行われる余地があった。メアリーが当初は処刑を避けようとした事実は制度が自動的に運用されたわけではなく、政治判断が強く影響したことを示している。この場面に関わった同時代人たちの評価も分かれた。カトリック高官らは王権と信仰の守護者としてメアリーを支持した一方で、一部の人文主義者やプロテスタント聖職者はジェーンの無垢と信仰をたたえ、
彼女の死を体制の犠牲とみなした。ジェーンの家庭教師であったアスカムは、才気と経験さを併せ持つ少女の無念の死として後世に語った。現代の歴史学においても、ジェーン・グレイの処刑はさまざまな議論を呼んでいる。一方では、彼女を宗教的な殉教者として商用する流れがあり、他方では、王位をめぐるゲームに巻き込まれた政治的被害者という視点が強調される。近年では、ジェンダーと権力の文脈から、若年の女性が国家的決定の犠牲となった構造を分析する研究も増えている。第5章、死後の記憶、ジェーン神話の形成と宗教的象徴性。ジェーン・グレイの死は単なる一個人の悲劇にとどまらなかった。処刑直後から彼女の人生と死をめぐる物語は急速に宗教的、政治的意味を帯びていく。とりわけプロテスタント世界において、彼女は信仰に準じた少女、殉教者ジェーンとして神話化され、文化的記憶の中で大きな存在となっていった。その過程は宗教改革期のアイデンティティ形成と深く関わっていた。イングランド国内では1558年にエリザベス一世が即位し、再びプロテスタント体制が確立されると、ジェーンの評価は一変する。カトリック復興を推進したメアリー一世の治世とその犠牲としてのジェーンは、国教会による宗教的正当性を支える語りとして重用された。特にフォックスの殉教者列伝は、ジェーンの死を信仰の証とする最初の大規模な文書化であり、以後数世紀にわたってジェーン像の基礎となった。周辺諸国でも、プロテスタント諸侯や都市では、ジェーンをローマ教会の迫害に屈しなかった乙女として称えるパンフレットや説教が相次ぎ、彼女は国際的な宗教的シンボルに昇華された。特にカルバン派の文脈においては、神の選びを受けた殉教者の例として頻繁に引用されるようになった。一方、カトリック圏では、ジェーンに関する記憶は抑制的に扱われ、むしろ反乱の道具となった危険な存在とされていた。文化表現の中でもジェーンの死は繰り返し描かれた。絵画、詩、演劇、小説に至るまで、その姿は純潔と知性、非業の死、信仰の革新というテーマを伴って造形されてきた。19世紀のロマン主義時代には、特にその悲劇性と知的女性の側面が強調され、ポール・ドラロー氏の名画ジェーン・グレイの処刑はその象徴的存在となった。実際にはロンドン塔の室内で行われた処刑が石造りの劇場的空間として描かれるなど、歴史的事実よりも感情的象徴性が優先された描写も多い。制度的観点から見ると、ジェーンの死後、王位継承の法的整備と宗教的基盤の再編が加速する。エリザベス一世による信仰統一法や市場権法は、王位と宗教の関係を国家の枠組みに組み込む試みであり、その背景には、ジェーンのような正当性の裂け目がもたらす不安定さを克服しようとする動きがあった。つまり、彼女の死は間接的に近代国家の制度構築を促したという側面も持つ。同時代の宗教者や知識人たちの間でも、ジェーンの記憶は二重性を帯びていた。彼女の知性と信仰の固さを称える声がある一方で、若年でありながら政治の駒として動かされた事実を悼む視点も多く見られた。フランスの人文主義者ブダエウスは、若き知性が国家の意図に敗れるとは、学問の敗北でもあると記している。現代において、ジェーン・グレイの死は歴史教育や女性史、宗教史の分野で多角的に取り上げられている。ジェーンの物語は、国家と信仰、女性と権力、制度と理性といったテーマを一身に体現しており、特に若年女性が歴史的主体となることの困難さを象徴しているとされる。21世紀の視点では、彼女を単なる悲劇のヒロインではなく、制度の裂け目を生き出したいとして読み直す試みがなされている。第6章、記憶の再構築、エリザベス体制下のプロテスタント神話とジェーンの再評価。1558年、エリザベス一世が即位すると、イングランドは再びプロテスタント国家としての道を歩み始めた。この新たな生態において、ジェーン・グレイの存在は、単なる過去の犠牲者ではなく、国家アイデンティティの形成における象徴資源として再評価されていく。すなわち、
彼女の記憶は制度と信仰の正当性を補完する語りとして政治的にも宗教的にも積極的に利用されたのである。エリザベス一世の治世は宗教的寛容を掲げながらも実際にはカトリックへの制約を強化する体制であった。その中でメアリー一世によるカトリック弾圧、特にプロテスタント殉教者たちの処刑記録は政権の正当性と国民意識の形成に欠かせない要素となった。ジェーン・グレイの死はその象徴例として特に強調され、メアリーの統治が不寛容と暴虐の時代として再構築される際の重要な材料となった。制度的にはエリザベス体制下での宗教立法、例えば1559年の信仰統一法や礼拝統一法は国家と宗教の一致を前提に設計されていたが、その基盤として宗教的殉教者の記憶が用いられたことは特筆に値する。ジェーンの物語は王位と信仰の一致がいかに脅かされるか、そしていかに守られるべきかという国家理念の裏付けとして位置づけられた。民衆の間でもジェーンの記憶は教訓的意味を持つようになる。特に国教会が推進した聖書中心の教育や女性の信仰模範像において、ジェーンの敬虔な知識人としてのイメージは理想化され、説教や学校教育の場でしばしば引用された。これにより彼女は単なる歴史的人物ではなく国家的道徳の象徴として根付くことになる。外交的にはエリザベスの治世中にプロテスタント諸国との連携が進む中で、ジェーンの物語は共通の宗教的記憶として機能した。特にフランスやオランダのカルバン派とはジェーンをローマ的暴政の犠牲者とするナラティブを共有することで連帯の意識が強化された。こうしてジェーンはイングランド単独の存在を超えた国際的なプロテスタントの記憶空間に組み込まれていく。一方で彼女の再評価は一様ではなかった。同時代の一部では王位継承をめぐる野心に巻き込まれた無知な操り人形として、あるいは父親とダドリーの道具として批判的に見られる声もあった。特に王権の安定を重視する保守的立場からはジェーンの存在が制度の外部から持ち込まれた不安定要素として捉えられる場合も少なくなかった。現代の歴史学ではこうしたエリザベス時代のジェーン像についても再検討が進んでいる。政治的必要性によって形成された殉教者神話とその背後にある操作的記憶のメカニズムに注目し、ジェーンの再評価がいかに国家的履歴に奉仕していたかを検証する研究が増加している。つまり彼女の再評価そのものが新たな制度とイデオロギーを構築するための歴史的装置であった可能性が問われているのである。第7章、ビクトリア朝から現代へ。ロマン化と脱神話化の間で語られるジェーン像。19世紀に入るとジェーン・グレイの物語は再び大きな文化的注目を集めることになる。特にビクトリア朝イングランドにおいて彼女の人生と死は理想の女性像、信仰に準じた少女、知性と純潔の象徴として再構成された。この時代の価値観、経験、服従、純真、学識を体現する存在としてジェーンは中産階級の道徳的理想にぴたりと一致し、文学や美術、演劇の題材として頻繁に取り上げられた。この時期に描かれた代表的な作品がポール・ドラロー氏のジェーン・グレイの処刑である。この絵画は歴史的正確性よりも情緒的演出に重きを置き、純白の衣をまとい目隠しをされた少女が処刑台に手を伸ばす瞬間を劇的かつ感傷的に描いている。ジェーンはこのようにして被害者でありながら気高さを失わないヒロインとして大衆の想像力の中に定着していった。だがこうしたロマン化されたイメージはジェーンの実像を覆い隠す側面もあった。20世紀以降の歴史学はこのビクトリア的神話を解体する方向へと向かう。ジェーンを感情的共感の対象から政治制度と権力構造の犠牲者へと読み直す研究が進み、彼女がどのように制度的に利用され、また歴史記憶の中で構築されてきたのかに焦点が移っていく。フェミニズム歴史学の視点からは、ジェーンの物語は若年女性の非主体性、国家による女性、身体の制御の象徴として再解釈された。
彼女の教育水準の高さや宗教的自立性にも注目が集まり、単なる受動的犠牲者ではなく特定の信念を持ち、それに基づいていき、死んだ主体的存在としての像が浮上してきた。現代の歴史学会ではジェーンの評価は多層的である。一方では依然として信仰の殉教者としての象徴的価値が語られ、特にプロテスタント系の歴史叙述では商用の対象とされている。他方では16世紀イングランドの王位継承制度の脆弱性や宗教改革と国家形成の過程における制度的実験の犠牲としての位置づけが進んでいる。またジェーンの物語は歴史叙述そのものの語り方を問い直す事例としても注目されている。歴史とは誰がどのような意図で語るのか、制度の中で犠牲となった個人をいかに扱うか、感情と政治、記憶と記録の間で揺れるジェーン像は現代の歴史意識にとって依然として豊かな問いを投げかけ続けている。今回の動画は以上となります。ジェーン・グレイの生涯はわずか16年という短さにもかかわらず、宗教、王権、制度、記憶、そしてジェンダーという多重の構造が交錯する豊かな歴史的素材でした。彼女の即位と処刑は偶然の連鎖ではなく、制度の限界と政治的要請が交わった地点として理解すべきでしょう。現代に生きる私たちはこの歴史的事例を通じて、正当性とは何か、制度が個人に与える影響とは何か、語られる歴史とは誰のものであるのかという根源的な問いに立ち戻ることができます。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。